先日の開発で我が町の人口は4万5千人を突破。もうすでに減少傾向にあるみたいだが。まあ下回っちゃっても特に問題ないさ。今回の開発で人口は少なからず増えるはずだし。まあな。ただ前回の開発の影響でちょっと交通量が増えちゃってね。ここは何回か前の開発で作ったインターチェンジか。まだ許容範囲内ってことでいつか解決してあげよう。おー。前回ここ駅前を整備したわけだけど。なんか忘れてるもんがないですかと。そりゃあなんだ？そらあれよあれ。駅前整備したのはいいとして、肝心の本線、何も走ってないじゃないですか。そういや前回、複合商業施設を誘致したところで満足して終わったもんな。そうそう。んで、これ私も計画ではすでに列車が走ってるはずだったんよ本当は。そんならなんか問題でもあったのか？問題終わりでございやす。都市外からの列車を受け入れる設定にしてるんだけども、何故、一向に待てども列車は来ない。まあこの辺りはよくわかんないから、とりあえず放置で。だなぁ。とりあえずは、目に見える問題から解決してこう。そうだな。まず、この駅前よ、駅前。その前にしれっと松尾田本町とかいう表示が出てるがこれはなんだ？これねこれは言わずとも高古調布駅周辺の地名。ざっくりと境界に線を引くとこんな感じかな。この地域の2割3割くらいは駅前みたいなもんなんだな。そうだねで話戻すけど、この駅前周辺、ちょっとだけ問題があってね。特に問題はあるように見えないが。甘いね。まあ確かにこの目線だとわかりにくいかもしれん。オンレならどうじゃい。これは想像以上に空き地たっぷり仕様じゃねえか。これじゃあハリボテ扱いされても反論できねえ。そうその通り、空き地ばっかなんすよ。まずはこの量産型の空き地どもを埋めていくと。その通りでございます。でもそれ以前にこの辺りなんかも装飾が未完成だったりするから、まずはその辺りから手をつける感じで。オーケー。まずはこの複合商業施設前、ここの地面をデカールで装飾してこうかな。早速デカールの登場ですかい。装飾の味方よデカールさんは。特に地面に関しては専門分野だし。でこのショッピングモール前には、シャレオツなレンガのデカールを敷き詰めまくる。ええやん。であとはこのさーっしい感じの空いたスペースには植樹。もちろんプラント置いてその上にね。あとはこういうとこにベンチ置いてみたりしよう。悪くはないな。最近リアルの世界ではくっそ暑いみたいだし。それまあ夏だしな。自販機で冷たい飲み物を市民に売りつけよう。なんだそのぶっ飛んだ思考回路は。ごくごく一般的な思考回路です。まず訳し方が完全にアウトじゃねえか。細かいことは気にすんな。この程度黒寄りのグレーだから。じゃあもうアウトだわ。そしてお次は駅南側のここ。なんというか空き方が中途半端だなこの空き地さん。建物建てるには狭いし、そのままってのも不自然だし。そんなわけで私いい感じに埋める方法を思いつきました。そのいい感じに埋める方法とやらを話してみなさい。これなら多分マリサも納得してくれるはず。それはこの崖みたいな壁の上側。この地域と接続するランプのような道路を作る。ガクッと角を曲がらせたら確かに行けそうだな。そうでしょう。んなわけでそうと決まれば早速着工。まずこのランプにどの道路を使うか。地味に悩みどころだなこれは。最初は福音的にも、上段向きの一方通行で建設しようと思ってたんだけど、俺福音一番狭い道路なら対面通行で行けるんじゃねえってことで、最終的にこの道路に決定。こんくらいの幅なら難なく敷設できそうだ。でこの道路の下の部分、ここがあっつり見えてはいけない世界が見えてるから、コンクリ壁で隠してこう。最近このコンクリ壁かなり酷使されてんな。壁は高低差の味方。しかも超有能、こんなの使わざるを得ないでしょう。でここまでできてきたらだいぶん形も見えてきましたな。となるとあとは細かい装飾を施すだけだなここも。じゃあじゃんやってくよ。まずはガードレール。これはネットワーク型のガードレールだな。そう。プロップ型のガードレールだと地形に追従してしまうから、こういうとこには使えないのです。そうだったのな。まだガードレールを置いただけではあるが結構雰囲気変わったな。そしてお次はデカールをたくさん設置。主に速度表示やら汚れやらをプレゼントしてやりましょう。これで道路さんも大喜びですな。そうだな。あとは安定の小物をたくさんね。主に標識とかそういうのだな。あとはこういう道路ミラーなんかを、ガクッとしたところに設置。でこんな感じで上層と下層をつなぐランプ自体は完成なんだけど、ついでにこのランプとの接続点となる交差点ね。
この交差点の装飾だけしちゃおうか。で、交差点の装飾で一番大事なのはやっぱり路面なのよ路面。確かに遠くから見た時もそこが一番目立つまであるもんな。ここだけは手を抜かずに作り込むことを心がけよう。かといって標識や小物を使った装飾もおろそかにならないように。プロップだとかの装飾は単調でサイドが低い道路に彩りを与えてくれるもんな。個人的にラバーポールはかなりおすすめ。これで普段から住宅街をぶっ飛ばして走ってる車を粛清する機構は完成。それがこのランプの真の目的か。いや嘘で次作ってく場所はここ。まあ確かに寂しいもんな。何か装飾が欲しいところだ。そんなわけでこの壁にはいろんな商業施設を埋め込んでいくよ。こんな感じでテナントを埋めていって。商店街の屋根を適当に置けば、はーいそれっぽくなりました。こんな感じで壁の装飾完了。テナント置いて屋根置くだけでもだいぶ変わるな印象。さーて、ひとまず駅前周辺の装飾はこれで完了かな。なら次はこの空き地どもを埋めていくわけだな。そうだね。でまずどこに手をつけるかなんだけど、このスーパーと薬局がテナントとして入ってる住宅施設。この裏側をちょちょいと開発していくよ。道路を1本、2本、3本。まあこれでこと足りるでしょう。なんや雑いな。ここにはなんか適当に商業施設を建てておくよ。で最近設置し始めたものがあってね。なんだ設置し始めたものって。これをみんな。これは。てなわけで電線を張り巡らせていこう。適当に敷いておくだけでも日本感を醸し出してくれるからね。でラストはここ。ショッピングモールの裏側か。にしてもここなかなかの面積があるな。そうそう。で何を整備していくか。ちょっと需要を確認。と言ってもこの都市は全ての需要バーが全てマックスで当てにならないから、代わりに情報ビューだとかの数値を元に需要を見つけていこう。見た感じ失業率がやばいから商業施設エリアを整備していくとしますかな。ただ商品の輸入量的にかなり他都市に頼っている状態になってるみたいだが、それに関してはいつかまとまった産業区画を整備するから、とりあえず今は商業区画を整備していこう。前回人口を増やしたおかげさまでもう職場がない。そんな心の叫びをもとにね、そろそろ真面目に対策していかないといい加減逃げ出しちまうぞ。まあいつかね、いつか。あれなんかそのセリフ聞いたことある。そういや思ったがさっきのとこも商業施設で埋めてたよな。いやまあこれ以上失業率を増やすわけにもいかないし、今の最適解は商業区画を整備することだと思うからね。あとはこういう小さい空き地を駐車場として整備していくよ。こんな感じで駐車スペースを区切る線を敷いて、あとこういう感じのスペースはフェンスを設置して、あまり整備されてない感を出すため草を生やす。とりあえずこんな感じかな。ここも最後の仕上げは電線だな。これだけは譲れない。これで残っていた駅前の問題は全て解決。なら次はようやく本編ってところか。そうだねようやく。そんでなんだけど前回言ってたこと覚えてる？いきなりだな。確か松尾田本町の北側には住宅街を、松尾田本町の南側には、地方な雰囲気を漂わせる地域を整備するみたいなこと言ってたな。よく覚えてましたな。100点あげちゃう。それでこれ、まずどっちから整備していくんだ。そうそう、そこ悩みどころだよね。そんな時は作りたい方を作ればいいのさ。ほう、ちょっと何を言ってるのかわからんな。とりあえずまずは、松尾田本町の南側、この地域を整備していこう。ただここに高層の建築物が建ってるから、少しスペースを取ったあたりを整備していくことにするよ。まあ確かにすぐご近所に10何階かの住宅が、いくつも連ねて建ってるってのは不自然だしな。それで整備する場所はここに決定。壇ノ浦小月通りからも少し離れてるな。あの辺り交通の便はそこそこいいんだけど、その代わりに平坦すぎてクソつまんないからね。まあ確かにな。さすがに平坦な土地ってのは開発してる側も結構飽きてくるし。まあ開発はその分楽になるんだけどね。たまには高低差を生かした街づくりもしたくなるもんです。それじゃあまずは崖の上側から整備していこう。下からじゃなくてか。下からやるとなるとどの辺りから始めたらいいかわからないし。まあ確かに、崖の上側から始めるとなると、崖の上を起点に下に伸ばしていけばいいしな。そう。今はひとまずウォーミングアップということで、この崖の上を整備していきましょうか。まずはこの北山港道路沿線から開発していこう。まずは防音壁を敷設するところから、いろんなものがあって迷うところだなこれは。とりあえず灰ガラスとカーブガラスは、なんだか都会感があるから候補から外すとして。ここは雰囲気的にも、
この超シンプルな高音の防音壁で行こう。ハイブルーはハイブルーで、どこか都市高速感が出てるしな。で防音壁を置いてみたんだけど、なんか違う気がするんだよね。あれじゃないかあれ。汚れとか草木が足りてないんじゃないか？いっけねー忘れてた。しっくりくる感じにはなったね。これで沿線住民が高速道路の騒音でノイローゼ発症なんてことはなさそうだな。これでひとまず安心と。さてとりあえずは住民を受け入れるための準備をしなくちゃね。おう、そうとなると住宅の建設プラス、最低限必要な公共施設を建設していくってところか。まあそんなところかねー。ちょっとこの北地邪魔だから一回ハゲさせて。まあ高みの話してる。こんな感じで擁壁を置いてあげよう。そしてこの擁壁上側と地形の境目のところ。ここの違和感をなくすために木を植えれば、これだけでかなりそれっぽくなったでしょう。本当だ。あとはこの道路、恵那山の近くまで伸ばしていくつもりだから、今回はちょっとだけ伸ばしておきましょう。道を敷設して、こういう急斜面は、のり面を使って土が流れてこないように。そして上の部分は例外なく木を植えていって、まあこれでいいかな。あとはこの道路をある程度のところまで延伸していこう。そしてこういう急斜面、素直にのり面にするか、あまり整備されてない感を出すため崖にするか。これは山頂に進むにつれて、あまり整備されてない感を顕著に出していく感じにしていこう。この辺りはしっかりと急斜面が崩れないよう整備されていても問題ないと思うから、ここはのり面を採用。これくらい整備された道ならちょくちょく民家がありそうだな。そうだね。道路から分岐した先にいくつか民家を建てていこう。ここでは雰囲気を出すため、築年数が深そうな家を建てていくよ。そしてこの建設した民家の上側、ここにはかなり小さめの田んぼを設置しよう。まずはこの上側に登るための階段を整備。こんな感じで階段プロップを使えば簡単に。そしてここには少し斜めの石垣が欲しい。そんな時にはこれの出番。これは一体。これは紛れもない、あぜ道であります。これを使ってどうにかするってことか。そうそう。実はこのあぜ道、道路と同じ分類みたいなもんだから、デカールを乗せられるのです。つまりこのあぜ道ネットワークに、石垣風デカールを置いてそれっぽくしていくと。その通り、上に重ねて重ねて、上からデカールを投下。こんな感じの仕上がりに。これはめっちゃいい。あとはこの石垣の下に雑草を生やしておけば、だいぶ雰囲気が出たはず。本当だな。さあ小規模な田んぼを整備していこう。まずはどんな形にするか決めて、この枠の中を埋めていけば。さてもうちょっとだけ先に伸ばしていきましょうかね。だいぶ高低差もきついから、つづら折りで敷設してこう。結構グネグネさせるんだな。さっき整備したあたりは切り戸して整備したからね。その爪はこの道路に来てるってわけ。そういうことな。ここまで来ると崖は剥き出し、あまり使われないような道路は長いこと放置されボロボロ。それに対し幹線道路はある程度整備されている状態を維持。これはだいぶそれっぽくなってきたぞ。さあこの先トンネルに突入。とここで今回の延伸工事は終わりにするよ。ここから先はまた次回。この道の途中から分岐して、山奥にポツンと一軒家を作ろう。ポツンと一軒家？イエスポツンと一軒家。まずは道路からの分岐部を作っていこう。ここはあくまで最低限の設備で、そしてランプはもちろんのごとくボロッボロに。ランプを上がったすぐのところに駐車場を建設していきましょう。駐車場か、一軒家建てるんじゃなかったのか。余った土地で駐車場経営してやろうの精神であります。えぐいくらい土地持っとるやんけその人。本来道路を汚すために使うデカールを使って、アスファルト舗装の割れ目から土が顔を出しているのを再現。それっぽくなった。で駐車場の外側とはこの緑色のフェンスで囲ってこう。あとは事務所的なものも一応建設。これは完全に駐車場だ。駐車場のここから例の一軒家へ向かう道を整備していこう。もちろんその一軒家まで繋がる道派、まさにひど道。舗装はクソみたいにボッロボロに。うわひっどいなこれは。ただ走りごたえはありそうだ。さあ一軒家建設予定地まで来ましたぞ。まずは母屋を建設。ここから色々と装飾を加えていこう。まず田舎の味方、これがなければ生きていけません。良い子にはガレージプラス自動車をプレゼントしてあげましょう。あとそれプラス軽トラをプレゼントしてやりましょう。てかこんだけ土地持ってるくらいなら軽トラやら買う金はあるんじゃないか？後で請求書を送りつけときますかね。あとはこんな具合に物置小屋だとかも設置しておいてやりましょう。小物を置いて散らかってる感を出したら。ここからは装飾タイム。人が通りそうなところは雑草を薄く。対して人があまり通らなそうなところは雑草を濃く。どっかで聞いたことあるぞ。通行料で雑草の背丈が変わるあれだな。
そうそうそれそれ。あとはこういう急斜面の部分を岩にすれば、一軒さんが住む一軒家、建設完了。一軒家の建設完了であります。あ、そうそう。今気づいたが、全体的になんか、こう、色変わってないか？勘のいいガキは嫌いじゃないよ。そうまさしくその通り。今まで南国っぽかった LUT を卒業して、日本っぽい LUT に変えました。いまいちよくわからんな。ならわかりやすいようにとある映像を流してあげましょう。左側がビフォー。で対して右側がアフター。どうよ、こうして見てみると全然違うでしょ。見比べてみると思ったよりも違うなこれ。もちろん LUT を変えた理由は、今回地方っぽい風景を作りたかったから。プラス、海の色に違和感があったからだね。確かに水の色がだいぶ変わってるなこうして見てみると。今回の本命、山奥の開発は終わったわけだけど。お、まだなんかするのか？イエス。今回整備したこの辺りからは一度離れて、前回開発した大寺漁港の北西にあるこの紅葉地区の南側、この海沿いの空き地ね。これが気になって昼しか眠れないから、今すぐ埋めていこう。多そうだな、事態は深刻だ。まずはこの防波堤の付け根みたいなところねここに置くだけで漁港っぽくなるあれ、を作っていこうと思うよ。あの洗濯板的なあれか。まあ例えが古い気がするけどまさにそれ。これを2つほど並べての。でこの大根おろしちゃんの右側。こっちにも防波堤を置いておいてやりましょう。ただこっちの方は波もそこまで強くなさそうだし貧弱そうなやつに任せとこう。貧弱？つっても漁船一つ分くらいの幅はあるんだな。まあ比較的ってことよ比較的。この大根おろしの上に船をいくつか乗せていこう。1つ、2つ、3つ。これで大根おろしも満足してるでしょう。そうだな。とりあえずドック周辺はこんな感じで。この大根おろしにはそんな名前があったのか。これは私も建設し終えてから知ったよ。お、そうだったのか。これは港にありがちなものリストに入れておこう。まあそんなことはどうでもいいが、今は何をしているところなんだ？そうそう。今はねプロッパ棒パーバメントで偽の地形を作ってるところであります。お、プロッパ棒パーバメントか。でプロッパ棒〇〇とやら、よく聞くが一体何者なんだ？詳しく説明したことはなかったね。まあ機会があれば少し話すよ。とりあえず今は空浮く地形の板とでも思ってくれれば。空浮く地形の板か。語彙力なさすぎ。次は取れたものを一時保管しておく倉庫を作っていくよ。お手短に頼む。OK 了解。まずは水見したりするスペースを確保。ほう。でお次に本体建設。なんかのはあるか？ちょうどいいサイズでかつ合いそうな見た目の倉庫がないっぽいから。このでかい倉庫、これのサイズを小さくしておいていこう。サイズに関しては申し分なしだね OK。あとはさっき作ったところとこの倉庫をつなぐ連絡路。プロッパ棒アスファルトを使って作成。最後の仕上げに白線やら黄色線やらを敷いていけば、あと残るはトラックが出入りする場所。ここは手短に済ませてしまいましょう。アスファルトでスロープを作ってトラックが通りやすい道にすればこれで完成。これで大体空き地の半分近くは埋めることができました。もう半分埋めれたのな。残り半分、一体何を整備して埋めていくか。ここはあえてひねらず、残りの空き地は一軒家で埋めていくよ。ただ全てを一軒家で埋めるってのもなんだから、ここは一つ簡易な駐車場を整備しておきましょう。そしてここで一つ便利なものを紹介。こういう海岸スレスレのところに建物を建ててしまうと生えてくる土の塊。これを超簡単に解決する方法があるのです。テラフォーミングネットワーク。これをこんな具合で敷設するだけで見事土の塊を消し去ることができました。ほんとだこれはすごい。ちなみに序盤で作ったスロープ。これを作る時にも活用させてもらいました。地形を作る上で色々と便利ってことだな。さああとは細かい装飾を施して空き地埋めを終わるとしましょうか。この辺りも前回作った漁港と同じくすぐ隣が海だから、しっかり津波注意の看板を設置。あとは道路にガードレールを敷いてみたり、交通量が増えそうな交差点にカーブミラーを置いてみたり、あとはちょいと道路標識を置いていけば空き地開発は完了。しっかり表側も裏側も書き換えておこう。そうだ忘れるところだった。制限速度の路面表示も設置していけば、この辺りの開発は完了だよ。皆様、意見発信局へようこそ。当番組のパーソナリティを務めますのは、
この都市の市長、ゆっくりレ夢ムと、副市長のゆっくりマリサだぜ。この番組では市民の皆様から寄せられた意見などに返答していきます。それでは一つ目の意見。質問です。調布駅は小さい駅の部類でしょうか？ご質問ありがとうございます。ここ調布での調布駅の存在は中心駅のようなものとなっており、街の中では比較的賑わっている地域の一つとなります。田舎の中心駅程度に捉えていただければ良いかと。二つ目の意見。イオンに潰される商店街かと思いきや、観光地兼ねての商店街だったんですね。今バックに映ってるのがまさにそれって感じですね。今現在の埼川商店街の利用者層の中心は都市外からの方々だそうで、なんか変な意見が混ざってるな。いやなんでもない。三つ目の意見。マグマでも漁業。聞いたことあるな。いやマグマなんかで釣りしても鮭くらいしか取れるもんないと思いますがね。いやワンチャン登ってけばカニもあるかも。さておき四つ目の意見。実在する地名に沿って開発していることに大変驚きました。気づいた方がいらっしゃったようですね。せっかく実在するマップで都市開発しているのでどうせならと。ただ一部だけ例外もあるみたいだがな。次ラスト五つ目の意見。どんどんリアルになる街並みがエモい。作り込むとリアルですね。街の景観に対しての意見、参考になります。作り込む、質重視の街づくりを始めたらしっかり沼にはまりました。それでは最後に、このコーナーで紹介されなかった意見もすべて読み、街づくりの参考にさせていただいております。以上、2021年8月27日放送分、意見発信局でした。またのご視聴をお待ちしております。あ、そうそう、報告遅れたんだけど、実はパート1、2で開発したあたりは幻になりました。うわなんだこれほぼ草原じゃねえかこんなの。都市の軽量化のために必要な犠牲だったんだ。その市民たちは今一時的に小月地域のあたりで暮らしてるから、できるだけ早く帰ってこれるよう開発を進めていきたいところだね。オーケー。となると次は住宅街の整備ってところか。そうだね。そうそう、実はあと一つ懸念があって、これを見てくれたらわかるはず。今回都市開発始めた時は少なくとも5桁はあっただろ。なぜいきなりこんなことに。まあもう原因なんて一つしかないよね。完璧にそれじゃないか。おかげで人口もだいぶ減って、入ってくる住民税がだいぶ減ったからね。とにかく赤字経営を長引かせるのは不健全だ。まあそこに関しては、おいおい対策を講じていくことにしよう。そうだな。あ、そうそう、なんで調布駅に列車が来なかったかなんだけど、リアルでも流行中の某ウイルスだとかの影響で遅れているみたい。まあそれなら仕方ないよな。まあ色々あるんだろうし。なわけでここに列車が走るのはいつになるだろうか。とりあえず今は街を広げてくってところだな。よっしゃやるぞー。